後の世に神の手を持つ者と称される彫刻家オーギュスト・ローラ。戦乱の最中に失われ平和とともに姿を現したとされる未だ神秘のベールに包まれた彫像。彼の希代の傑作安寿に秘められし知られざるロマン。物言わぬ冷たい死に命を灯せるラートと俗人たちが歌うのはただのおごりに過ぎぬ。あるものをただあるように両の手で受け止めてぬくもりに口づけるように思いをかたどるだけ。空を抱いて回り続ける丘の上アトリエは他を拒むように静かに佇む影。彼はただ一人で描いた我が子の顔も知らずに足りないのは小手先の手さでない現実をも超えるイマジナシオン。ああ光をああもっと光をプレナシオン憂いの光を生涯あると誓いながら足へく通うもな捨て子供たちの笑い声壁越しに聞いている。君の手が今掴んでいるであろうその意志はとても壊れずその手を離してはならない。たとえ何が遅いとも彼は日々一人で描いた我が子の顔も知らずに必要なのは過ぎし日のルフェではない幻想も紡ぐアフェクション。ああ光をああもっと光をエクスプラシオン救いの光を。いかなる賢者であれこぼれる砂は止められない。彼に用意された銀色の砂時計。残された砂はあとわずか。母親の日を奪ってこの世に灯った小さなもの
神話は生まれ、伝説は語られ、歴史はただ記される。物語は歌うように紡がれ続ける。立ち上がり大地を飲む。最悪の根が幾重にも絡み合い、異なる世界をつなぐゲートは開かれる。敵の憎悪は同情をはるかにしのぎ、侵略ではなく完全なる破壊を望む。氷と炎の相入れない定めのように、神々が愛した楽園は戦場へと変貌した。そしてその翼が折れてもまたあの空へと歌うのでしょう。愚かなる